盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4000園4代目北谷隆一です。今回のテーマは針金掛けです。この今目の前に置いてあるこれ黒松なんですけども、樹齢15年ぐらいですかねのこれは針金掛けをちょっとこの間の針金掛けは一枝だけだったんですけども、これを一本仕上げてみようかなと思います。はい。で針金なんですけどもいろんな種類があって、そうですね、だいたい太さちょっと気持ち太いぐらいの針金かけた方がよく効くかなという気はします。とりあえずかけていこうかなと。はい。ではこれまず16番。一つの枝に見えるかな、一つの枝まず引っ掛けといて、もう一つの枝をぐるぐると最後まで巻いていきます。よいしょ。あんまり強く巻きすぎるとすぐ食い込むので、ちょっと隙間がほんの少しですけどできるぐらいの方がいいかもしれません。例えば今ここだけ巻いたんですけども、ぐっと下げて下げて、これぐらいにね下げて、まず主要な枝ばっかりかけていきます。あんまり形が変わらずに枝を下げて揃えるだけなので、イメージ言うたら結構言葉にしにくいかなという。どういうかな。イメージね。だいたい枝を揃えて下げるだけのイメージではあるんですけども、ちょっと変わるとこといえば、ここの枝がこう前来ててっぺんがこうちょっと下がってきて、こんな感じで出来上がるかなという。はい、これをこことここやな。
まなんか喋ることが枝の剪定の時にもお話ししたんですけども、等間隔であったり輪郭であったりを、枝の剪定だけではできないところをもう針金で無理やり強制的にしていくというような感じですね。塩枝を巻くだけ巻いてみました。ちょっと一回ね途中で揃えてみようかなと思います。一通り。動きが出たというそんな感じです。はい。だいたい大まかには今かかりました。これからあとはもう小針金といって枝先の細かい枝だけをかけたらもう完成です。もう大体の形のイメージはもうこれで
ほぼできましたね。あとはもうほんと細かいとこ揃えるだけというか、ちょっとこの辺真ん中の方に寄せて、大きく変わってたら寄せて、これももっと立ってたのを下げて、これを前に寄せて、じゃあ細かいとこもいってみます。この針金細かいところなんですけども、時々ね、もう多めに残してあった枝なんかもね、こう枝の下げと同時にいらないって枝を下げてやっと分かってくるんですけども、いらない芽なんか取りながら、もう必要最低限でいいです。針金も一段と先の方なんで細い針金になってます。ほんともう紐とか糸とかのような感じの細さになってきます。あんまり細い枝に太い針金かけすぎると、針金がちょっと動くともう枝が太い針金に引っ張られて取れちゃうんでね、やっぱりそれなりの細いとこには細い針金で。これ枝先になってくると葉っぱをねよく巻き込むんでね、結構大変です。葉っぱを巻き込まないようになるべく気をつけて。こう針金かける時の基本なんですけど、やっぱりその2つの枝で2本の枝を1組で考えます。2本の枝に1本の針金を巻いていきます。なので同じような太さの枝を探しながら、どれとどれのペアにしたらこの1つの針金できれいに効いていくかっていうのを考えます。要はその片方が細すぎて片方が太すぎると、太い枝の方に優先したら太い枝を細い枝にかけちゃうとちぎれるっていうお話今したんですけども、そういう風になります。例えば細い枝の方に合わすと、片方の細い枝には細い針金効くんですけど、もう片方太い枝を相手にすると太い枝に細い針金かけても全然効かないんで、だから同じような枝の太さを探して、なるべく近所で探した方がいいですね。あんま遠くで対にするとね、そんなんばっかりしてると針金だらけになっていくんで、最後の方に。あとどうしても対が見つからない場合は、これ分かるかな、針金をね、この太い針金かけた後にちょっと隙間ができたりするとこにあえて1本引っ掛けます。ちょっと引っ掛けて、ちょっとキュッと固定して、でそのまま
こう持ってくると1本の細い小針金の時だけですけども、1本の針金で1本の枝にかけることもできます。さっきかけた太い針金に細い針金は引っ掛けれるので、そう引っ掛けて1本しかもう相手がいないっていう時はそれでできたりもします。でこう小針金をかけていると、さっきも言ったんですけど1本の枝にたくさん針金がいってしまうケースがあるんですけども、まあなるべくは1つの枝にまあ2本か3本ぐらいまで、あんまり1本の枝にそこ針金が通っていくからといって何本も何本もかけるともうほんと針金だらけになっていやらしくなるんで、なるべく同じ枝に、まあ、せめて3本以上はかけないように。4本とかかかるともう、かなりいやらしい感じになるので、だから針金のかけで難しいのはまずまあどの枝がいるかいらないか選ぶのが難しいんですけど、その次はどの枝とどの枝をこうペアにするかみたいなのが次難しいとこになってきますね。それとあんまり、さっきからずっとどの針金のペアでするかっていう話なんですけど、あんま近くでやりすぎると今度グラグラになって効きが悪くなるんで、ある程度距離のあるところでペアを作ると、遠すぎてもいけないし近すぎてもダメという、いろいろね細かいことを考えながらやる必要のある作業ですね。
何割ぐらいできた？これでも今8割ぐらいですね。もう佳境です。このてっぺんのしまいが一番難しいですね。この辺ぐらいまではまあまあ簡単なんですけども、このてっぺんのどうやったら綺麗に丸く収まるかっていうのが結構難しいです。こっち行こうか。よいしょ。小針金はまあこれでだいたい今かけるだけかけて、かけてない目もおるんですけど、それはもう小さすぎてまあ無理にかけんでもいいだろうということで、これで今からさらに仕上げのこの揃えていく作業をやります。この揃える作業を丁寧にすればまたかなり格が上がります。全体のバランスを見ながらこれちょっと枝が短いので難しいんですけども、下げた枝の最後の最後、目はちょっと上に斜め上に上がるぐらいの方が綺麗に見えます。大体こんな感じですかね。こう幹がだんだんこうくねって最後ちょっと点がこういってからこうちょっとこう点をこう斜め上に向かしてますね。で今この針金かけれる状態にするために枝を切ったり古葉取ったりして、でさらに針金かけて葉っぱが結構もう折れまくってます。だからこういう時は冬なんかはもう全然いいんですけど、後でちょっと刃の先がね茶色く汚くはなるんですけど、こうあえて切ってやってもいいです。刃を切るっていうのはまあ
しない方がいい作業ではあるんですけど、こうせっかくかけて全然こう刃がもうあっちゃこっちゃ向いてたらあんまり綺麗に見えないんで、こう刃切るとね結構変わります。まあこんなもんですかねとりあえずこれで一応完成です。はい、さっきまでは枝がいろいろちりぢりバラバラだったんですけど、やっぱ針金かけて結構収まったかなと。あとてっぺんがビューッと長く上に行くよりかは、てっぺんってね結構こう低いとこで仕上げた方が綺麗に見えやすい場合が多いです。これも間延びしてたのをこう針金で押さえたので、ちょっと締まった木になったかなというような感じはあります。これでだいたい今30分ぐらいですかね。古葉取りも合わせて1時間ぐらい、今日古葉取りはもうすでにしてたのをこれ持ってきてますけど、それぐらいで完成ですかね。はい、ちなみに使ってる針金は銅線です。銅ちょっと高価なんですけども、針金巻いた後に水かけとかやってくるとだんだん酸化銅というか黒くなって、アルミ線とかだとピカピカ光ってちょっと邪魔な感じなんですけど、銅線だと結構高級感がある仕上がりにはなりやすいです。はい、今回のテーマ針金かけは以上です。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園、北谷養成の北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。